どうもダブルスリッターギタリストのメグです。サッシーがこの前一瞬ショート動画に登場してくれましたけど、久しぶりにちょろっと帰ってきてまた行ってしまいました。なかなかちょっと帰ってこないなっていうところで、ダブルスリッターの活動もねいろいろ進め方考えているところではあるんですが、とりあえずですね、我々ダブルスリッターのこの2人のとは別に実はこの精神的支柱というかそういう感じの存在がいまして、なんかちょいちょい過去にも動画でいろいろ出てたりとかするんですけど、そのオッキーと今日はいろいろ喋っていこうかなと思います。ということでもう早速呼びます。オッキーです。はいどうもすごい油断してた意外に早かったかな。ちょっとまずは見てる方でわからない方もいらっしゃるかもしれないので、もう紹介しますと、オッキーは過去にハイエンドマイティから僕らがやってた時の、当時はスタッフをやってもらってたんですけど、マニピュレーターが多かったか、歴としては。そうっていうので、このダブルスリット立ち上げの時の話の場にも行ったんですよね、飲み会というか、ただの飲み会から始まったっていう、その場にオッキーも立ち会ってて、で、何かこうミックスとかあとアレンジとかで手伝ってくれたりとか今でもしてるんですけど、ちょっとサッシーが帰ってこないこのタイミングでそのオッキーといろいろ話していこうかなと思います。過去の話は何度かここでもしてると思うんだけど、今何やってんの、あなたは。いやでもやってることね変わってないよ。音楽は作るし、マニピュレーターももちろんやってるし、当時やってないことって言ったらライブで鍵盤弾いてるとか。具体的にさ、誰のをやってるとかあんま言えないのか。あれ別に最近はそれこそポコタはずっとやってるけど、ポコタさん、ニコニコとかで歌ってみた。そうとかそれこそ赤飯、これもだからニコニコ動画の出身のおめでたい頭で何よりっていうバンドのボーカルだね。もう鍵盤鍵盤マニピ作曲とかもやるの。作曲はやんない。そっちはなんか最近リリースとかもしてたね。あれはリリースはね、でもね、うちのずっと長いことやってる子たち、うちのっていうのは事務所、制作を外注で請け負ってるアーティストさんなんで、もう8年9年ぐらい。だからオッキーが持ってるチームみたいなのがあるじゃん。そうアルファミュージックエージェンシーっていうそのライブ制作とか、マネジメント、レーベル、音楽制作も全部やってるところがあって、それオッキーが代表なんだよね。それこそハイカラ時代ぐらいからの子もいるよ。その頃からなんかそういうの立ち上げてたってこと？立ち上げてたんじゃなくて、どうしたらいいですかって相談されてたのが始まりだよ。曲書けないけど歌いたいけどバンドメンバーいないけどお金ないみたいな。じゃあそういう若手育成みたいなこともやってる。それもだいぶ長いよね。こんな感じでちょっといろんなことをやってるオッキーであるんだけど、ちょっとダブルスリッターにおいていまだにこう立ち位置がさっきみたいな表現で、精神的支柱この曖昧な表現の仕方しかが今ないからもう僕が改めて肩書き決めたよ、オッキーの。オッキーの肩書きは、ダブルスリッターのクリエイティブプロデューサー。いいよ偉そうな名前すごい偉そうだけど、よくよく考えたらやっぱ結果的に何やってるか分かんない人だ。そうだね。ただ今までとは違ってすっきりとダブルスリッタークリエイティブプロデューサーのオッキーに登場いただきますみたいな紹介ができるから、肩書きあると違うよね。そうその名前はこのつい最近チャット GPT に相談して決めたわけですよ実は。使うよね君、チャット GPT。そんなこんなでね、今日はサッシーがいないからどうしようかみたいな話もあるんだけど、今日はいろいろオッキーとも雑談もしていけたらなと思ってて、最近東京ってやっぱそんなライブとか多い、現場の仕事というか。めちゃくちゃ多いよ。なんで人増えた？人口がそんなわけないだろ。いやでも多いよ。もう忙しい。多いし集中してる気がするよね。東京に土日にとかか。土日もそうだし、土日の都内とかは大手さんがやってて、土日の地方は中堅クラスとかがやってて、平日は逆に大手さんは地方行くし、中規模小規模が割と東京都内に集中してるしみたいな。逆転になるんだ。そうなんかどうなんだろう、その最近ってやっぱ旧来のやり方というか、SNS とかが結構発達してるじゃんね。だいぶ久しいですけど、なんかこうやり方とか変わったりとかしてんのかな。変わったっしょ。またコロナ以降ってこ
変わったやっぱね TikTok よ、TikTok。まあ TikTok やらないのはちょっときついなっていうのは印象としては、みんなやってるのじゃまあみんなっていうか、まあ大概スタッフさんがねその運用してたりとか多いけど、あとね印象として思ったのは一過性の音楽がダメになってきてる感はある。一過性の音楽っていうと、まあ、例えば、まあ何でもいいよ TikTok でバズったやつってさ一瞬で消えていくじゃん。ものすごいバズってスッと消えるみたいな多いのが、だから消耗品的な音楽がちょっと勢いが落ちてきた感はある。そうっていうことは一曲の寿命を伸ばしたもん勝ちみたいなこそうだ、一発入魂系が結構増えてきたかなと。例えばなんだろう、俺たちが「おっ」っていうのって割となんつうのかな、玄人っぽい音だったりするじゃんか。まあそうだね、どうしても、ね、そうまあやってるからねみたいな耳を持ってる一般の方が増えたなって印象はある。そう、やっぱみんなも耳が超えてきてるんだ、それだけな気がするね。これこの間ベースの若い子がそれこそうちに来たのね、生徒さんとして。本当に若いね、21歳21かけど、誰好きなの、マーカス・ミラー。えって21歳の女の子ですごい普通っぽい子だからマーカス・ミラーって言われてびっくりして、でもなんか考えてみたら去年ぐらいからそういう子ちょっと増えてきてるね、やっぱり。地味編が好きで仕方がない男の子。やば高校生。でも確かに増えたよね。そうなんかあれってなって、この前僕ほら今ダブルスリッターでショート動画でカバー動画上げてるじゃんと思う。ミセスグリーンアップルのライラックって曲やってみたわけ。デレ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 ってやつね。そうめっちゃ難かったしかもあれが売れてるからさ、当時僕らがやってる頃ってさ、バンドは上手すぎると売れないよって言ってたわけよ。そうとんでもないさちゃんと弾けてテクニックもあるのにしっかりあれだけ売れてらっしゃるからどうなってるってなったりとか。そうだからなんか耳が、もう全部が全部じゃないんだけどすげえ超えてんなーっていうお客さんとか増えてるのか、いわゆるその俺たちみたいにミュージシャンをなりわいとしてない人のがやっぱなんか増えたなーって印象。なんかじゃああれなの、プロデュースっぽいこともするんだよする。なんかそういうことをするときにさ、やっぱそういうのも意識してやってるんだよね。もちろん TikTok とかもちろん。あとまあどこでやっていきたいかにもよるよね。どこでっていうのは最近ほらよく海外行くじゃん。それ狙うんだったらじゃあどうだよね、ああだよねみたいなのはあるかな。ダブルスリッターも今後どうするかは考えていかないといけないけどとりあえずライブはできないからさ今のところ予算がないそうね。だし、あと僕らはさ、例えば今チャンネル登録者数がおかげさまで780ちょいはいる形かな。ちょっとこれが配信されてる時に何人になってるかは分かんないけど、とはいえ全世界で780人だから、まあ780人がさ東京だけにいるんだったら、まあライブもできようもんだけど、780名が世界中に散らばってるから、まあなかなかそういうわけにもいかないなっていう。あれは分布みたいなの見れる？まあなんか日本がやっぱ多いかな。日本でもまあこの都市の部分まで見れるのもあるけど、例えば僕らはほら最近このダウンロードカードとか、まあ、ちょこちょこグッズ販売してたりするけど、購入者の居住区とかを見てると、まあいい感じでバラバラでいて、あ、そうなんだ。全国ですよ、もう津々浦々だから、まあなんかそれもありがたいことではあるんだけど、やっぱねライブするにはもうある程度データが取れちゃってはいるから、こう闇雲にそのライブをするっていうのもちょっとナンセンスじゃない意外にね、なんかなんでここでえらい伸び方してんだろうみたいなのがね、やっぱどのアーティストさんも多いんだけどね、綺麗に散ってるってねあんまりないんだよな。逆にライブしてないからだよ僕ら。ああ、なのかね。やっぱライブ足しげく通うと少しずつファンベースができていくみたいなのがさ、現象としてよく起こるかなと。メグ的にはさ、ライブ単純にその余計なこと抜きにしてライブやりたいとか出たいとかはない？シンプルに。そのギャラとかなんかそのアーティストスタイルがどうとかも一切抜きにして、もうシンプルに出たいはあるよ。あるけどなんだろう、そういえばこれ聞いたことなかったね。確かにね、でもそこまでライブがないと生きていけないんですみたいな感じではないか
まあね、いやそう俺もそうなんだけど、あれだけほらバンドやってた人がスパーンとこの出なくなってさ、たまには出たいなみたいなふっと思ったりはしないんだよ。なんかやっぱり意味を先に考えちゃうかも。僕が出る意味出た僕出る意味あるっけみたいな。ね、俺もこんな見た目でピアノ弾いてるけど、あなたもあなたですんごい真面目なのよね。真面目っていうか、やっぱりなるべく出るからにはでもそう多くの人に見られたいし、ちゃんとその人たちに感動を与えたいっていうさ流れじゃん。だからなんかあんまこう用意とかができない状況でなんか無理して出たいってまでは思わないかなっていう感じかな。僕思うことがあるのよ。音楽に正解はないみたいなまあね、そうだね。話って、まあ要はいろんな正解があるよっていうことの裏返し的表現だと思うんだけど、でもなんかその言葉をちょっと履き違えて、なんか音楽だから何をやってもいいと思ってる人もいっぱいいらっしゃるようですが、不正解は残念ながらいっぱいありますってめちゃくちゃメグっぽい今の。で、僕目の前で不正解を叩き出されると結構ね機嫌悪くなります。金払って時間も取られてなんだこれみたいなっていうのをやっぱお客さんに味わわせたくないなっていう気持ちがあります。なるほどね。だからやっぱちょっとそのライブ出たいってなるよりは先にそういうところから考えてしまうから、なるほどね、ちゃんとお客さん満足させられるかなみたいな。もともとだからミュージシャンあんた俺にクリエイティブプロデューサーとか言ってるけど、視点はだからクリエイティブプロデューサーあなたよねがギターを持ちましたみたいな。でもこれはパイから始めてすぐぐらい身についた感覚かもね。まあ全然その俺とさ座ってる椅子は違うんだけど、考えてることは似てるんだね。かもね。生粋のプレイヤーさんとかとはやっぱ自分はちょっと違うなって思っちゃう、その視点も含めて。ああそうね。だからサッシーはそれこそそうよ。ドドラマーみたいな。ドドラマーや本当にベッドの横にスティック置いてるんだろうなこの人っていうさ。何かあった時こうやってすぐ構えられるよね。何やつって言って。あんた寝る時ぐらいいいのよやんなくてみたいな。ドラマーだもんね。もう昔から彼はそうだ、職人気質というか。まあそうだよね。そうだからまあそこの違いはあるんだろうなっていうのもあるから。確かにね。でもあれだよ、だからダブルスリッターとかではこういう活動を続けていく中で嫌な言い方になってたら申し訳ないけど、ちゃんと数字が取れるようになったらちゃんとライブもするようにしていきたいしっていう気持ちというか考えはあります。だからその時にできるライブは最高だと思う。やりたいと思う。そういうライブは。まあでもこのダブルスリッターの活動もね、ちょっといろいろやっていきたいなとは思いつつ、やり方はやっぱこの時代だからこそいっぱいあるなっては、ずっと思ってるから、なんか例えばこうやって今状況として分かったのは、サッシーが 2,3 ヶ月抜けることがありますっていうのがもう僕らとしては分かったことだから、サッシーだけじゃなくて東京全体的にみんなミュージシャン忙しくなってるんだとしたら、まあそれなりの進め方はね、ダブルスリッターはちゃんと選べばいいかなと思うので、なんか曲書いたりとかそういうドラム叩くっていう、あいつで特化してる部分はしっかりこうやってもらいつつ時間を取って、なんかこうやって動画に出演したりとかだと逆に少なくなるかもしれないし、でもなるべく出てもらうようにはします。本人が忙しくない範囲で、死なない範囲でっていうところかなって思うけどね。今一番忙しいだろうし。本当？そうか。ちょっとあれだね、こういう感じのさ、喋りがさ、今日どうなるかちょっとぶっつけだったけど、なんかさっきの今と昔の音楽業界の違いみたいなテーマとかさ、そういうのをさ、設定したらさ、僕とオッキーでもこういうラジオコンテンツみたいなの出していけそうだなって思う。できると思う。で、この見た目やんちゃな2人がすっげえ多分ね、真面目な話になるんで、多分このパターンは。で、時にはそのラジオのコーナーとかで、本日のサッシーは群馬県にいますみたいな感じのアナウンスとかして群馬に向かってみんな挨拶しましょうっつっていいという感じのなんかラジオ的コンテンツ作れそうだなって思
そう作れるよ、ね、作れる。まあもちろんその一般のね普通の方々も聞いてほしいですけどね、音楽業界の方々にも来ていただいて、ああそういうのもありかもねまあ毎週とは言わず各週とかでもねやっていけたらなちょっ情勢変化が激しいからネタに困ることは多分ないんじゃないかな。と本当うんいいね、じゃあやろう。サッシーが来れる時はサッシーも来てもらってみたいなラジいいんじゃない。オ。もう今は放送作家さんとかもチャット GPT にやってもらえるからすぐ AI 使ってさお前のその信頼度高すぎないチャット GPT。優秀だよもうめっちゃ、まあ、ちょっと需要がどれぐらい出てくるか分かんないけどだいぶマニアックというかダブルスリッター好きの中でもだいぶコアファンに向けての発信にはなると思うので、ちょっとその辺も様子見ながら、ただなんかまあ、ショート動画以外のコンテンツも安定して出せると嬉しいなっていうのはあるので、だからそれをやっていきながら、じゃあてかそもそもさみたいなこうアイデアがポンとまあ出たりするじゃん。そうだね、こういう時こそ面白いアイデアがーんっていうのはねやっぱね出ない時は本当出ないから。あ、ちなみにさ今の話の流れでいくとさ、ちょっと僕また考えてることがあっておいよどうしたの。ダブルスリッターのまあいろいろこうサッシーとやってる会議の中でデリバさんっていうゲイのインフルエンサーをプロデュースしようっていうプロジェクトをずっと僕とサッシーだけでこうセッションして進めてる段階なんだけど、それも今こうなった以上ちょっと別の進め方したいなって思ってて、まあいろんな人頼ってもいいかなって思っちゃったんですよ。その音楽作るにしてもそうだし、まあ音楽作る時はハイカラの時だってそれこそオッキーが所属してた春っていう浜崎あゆみさんとかを手掛けてたチームが僕らの後ろにもついてくれて一緒に音楽作るとかもやってて、それって結構大事というか第三者的な目線も入るし、なんか本当に音楽をブラッシュアップしていくっていうのですごくいいシステムだなって思うんだけど、まあ、そういう形で別でなんかそういうポジションの人を入れてもいいなって思うし、逆に作曲をそっちにしてもらってこっちがそのブラッシュアップをする役割とか、そういうこともなんかフレキシブルにやっていけるかなと思ってて、だからこの前対談動画出したんだけど、その時に出てくれたライトさんっていう作曲家の方にも、まあ、せっかく沖縄在住なんで協力者として入ってもらおうかなと思って、サッシーは曲書いたりとかドラム叩いたりとかするけど、具体的なデリバさんのディレクションとか戦略みたいのを僕とライトさんで練りながらやっていくみたいなチームの体制を組めたらいいかなと思ってとかさ、例えばハイエンドバイティカラーっていうプロジェクトだって、まあ結果的に予算がついたからいろんなところにチームがついてたけど、やっぱり大きいプロジェクトを動かす時ってどうしてもね多くの人の力を借りないといけないと思うわけさ。こうやってチャット GPT みたいにいろいろ代替される仕事も増えてきてはいるけどとはいえなんかそれぞれのエキスパートがそこでなんか適材適所でダブルスリッターと関わってもらえたら、まあ、ダブルスリッターの動きも自動で大きくしていけるんじゃないかなっていう逆転の発想もありかなと思ってて、いやすごくいいと思う。今度ねそのライトさんとデリバさんとちょっと話してみようかな、こういう形で進めてみないかみたいな。音楽だけじゃなくてグッズとかも結構頼りたいなって思ってて、ああデザインとかね。それもまた会議でいろいろ話してきたけど、どうしてもみんなが頼めるようなところで頼んじゃうとなんか物が結構チープな作りになっちゃったりとか、あんまり納得いかないなって、僕が持ちたいかって思った時にどうでしょうみたいなのがやっぱあるから例えばアパレルというか服とかに関してもしっかり、生地とかそういうデザインにこだわってやっていったりして、とはいえプロじゃないからそういうとこにも声かけたりとかして、まあ、ダブルセッター活動をみんなで大きくしていけたら楽しいんじゃないかなと思うので、まあチームになっちゃうよね多分ね。その主軸というかストーリーの元にあるのが僕とサッシーであればいいかな。全然大丈夫だと思うけどまあちょっとそういう感じでいろいろダブルスリッターの立ち回りも考えてますので、
まあ、ちょっと大きにもこの雑談ベースで喋りながら見てる皆さんにもそういう感じで考えてるよってふわーっと伝えたみたいな回になる今回は。とりあえずだから、まあ、今回こう視聴者に向けた動画っていうのはこの辺にしようかなと思ってますけど、ざっくりと僕とオッキーが各週ぐらいのペースでラジオを始めそうですっていうのと、まあ、この動画を発表するあたりで初回の日程は発表しようかなっていうのと、あとは、まあ、ちょっとサッシーが不在の状態でもダブルスリッター回すというか多くの人をまた巻き込みながらダブルスリッターの活動をちょっと大きくしていきたいなって考えてますよっていうそういう感じの内容ですね。もう早速動画撮ってくるよライトさんに言ってということで、まあ、今後ダブルスリッターの活動もぜひ楽しみにしていただきたいなと思います、動画いいねやチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、ダブルスリッターギタリストのメグとなんだっけクリエイティブプロデューサーのオッキーでございました。またねー。ありがとうございました。